きげんよう。チーム美魔女5期の美濃和久美54カラットです。本日は美魔女の美の秘訣でもある朝ごはんを紹介する企画です。それぞれの美魔女たちがこだわりの朝ごはんを紹介していきますので、皆さんのお気に入りを見つけてみてください。それではレッツ美魔女。それでは私の朝ごはんを紹介したいと思います。私の朝ごはんはヘルシー&ビューティーの蒸し料理です。使うのはこれだけですね。このセールだけを使って、朝ごはんを作っていきます。これで、卵だったりお野菜だったり、あとパンも蒸すんですね。で、私グルテンフリーをしていて米粉パンを自分で焼くんですけれども、この米粉パンがすぐに硬くなっちゃうんですよね。その硬くなったパンも蒸し器で蒸すとポンポンになるので、これを使って調理しています。まず朝食を作る前にですね、私のルーティーンなんですが、ここに白湯があるんですね。で、この白湯にリンゴ酢なんですけど、リンゴ酢を小さじ2杯ぐらい入れて飲みます。これを飲みながら、お料理をするんですけれども、この効果はですね、体を温めるっていうこともあるんですけど、お酢の効果によって代謝をすごく上げてくれて、ダイエット効果にもつながるらしいんですね。なので私はこの、リンゴ酢入りの白湯を飲みながら朝食を作っています。まずお野菜なんですけど、私は基本的に残り物のお野菜の中でバランスを考えて、蒸してお料理していきます。今日はですね、レンコンと人参、あとそら豆も残りがありますね。あとさつまいも、そして毎朝いただいているのがブロッコリーですね。そしてドレッシングに使う玉ねぎ。ではまずですね、レンコンから。こちらちょっともう皮を剥いて下準備してあるんですけれども、これをですね、ちょっとお水にさらしたいので乱切りにしてちょっとお水に浸しておきたいですね。さつまいもも、お水で洗った後ですね、これもちょっとお水に浸しておきたいので輪切りにしたらですね、これもお水につけておきたいと思います。でその間にですね、このそら豆、これもちょっと浄水で洗います。では結構お湯も温まってきたので、ここにお野菜を入れていきたいと思います。で、水切りした、レンコンですね。それとさつまいも、これもちょっと入れます。で、そら豆もちょっと端の方に入れておきますね。時間がかかりますので、時間がかかるお野菜を先に入れて蓋をしておきます。でその間に、別の準備をしたいと思うんですけど、これ2段使うんですけど、上の段にはですね、キッチンペーパーに、パンを包んで乗せて、その横にですね、これココットなんですけど、ココットにダイレクトに卵を割り入れて、卵、これも一緒に乗せます。これちょっと2、3分時間が経ってから乗せます。ではドレッシングを作っていきたいと思います。でこれ先にちょっと玉ねぎをざく切りにして置いてあるんですけど、玉ねぎって、ちょっと切ってからですね、10分とか15分置いておくと辛み成分がちょっとマイルドになったり、あと血液サラサラ成分がすごく増えるそうなので、私はちょっと調理する前にですね、玉ねぎを早めにカットして置いてあります。で、人参ですね。ちょっと大きめの玉ねぎ半分ぐらいなので、これぐらい残しましょうか。人参も、これブレンダーに入れちゃいますので、ざく切りで大丈夫です。で、人参はなるべく皮にも栄養があるっていうので、私は皮を剥かないで包丁でこんな風にですね、皮を剥いてます。では、これをブレンダーに入れます。そしてですね、調味料がすごくシンプルなんですけど、これですね。まずお酢。いつも目分量で入れるのであんまり測らないので、どうなんだろう。大さじ2杯ぐらいかな。はい。で、オリーブオイルもだいたい同量ですね。2杯ぐらい入れてます。そして醤油麹ですね。私手製で作ってるんですけど、
この醤油麹をティースプーン1杯ぐらいでいいのかなっていう感じです。蜂蜜ですね。これ忘れたらダメ。蜂蜜がポイントです。甘みが出てとっても美味しいです。これも大さじ1杯ぐらいでいいかなっていう感じですね。ではブレンダーに早速かけたいと思います。スイッチオン。ではドレッシングが出来上がったので、ちょっと味見してみましょうね。バッチリ。ではこれをもうボトルに移し替えるだけです。手作りで添加物とか何も入ってないので、私は冷蔵庫に保管してなるべく3、4日で使い切るようにしてます。そして最後はリンゴヨーグルトをいつもいただいているので、リンゴヨーグルトも、カットしていきます。でリンゴはだいたい4分の1、それにですね、豆乳ヨーグルトをかけて、それに蜂蜜をかけて、シナモンをかけていただきます。はい、リンゴをお皿に入れて、ヨーグルトを小さじ2杯ぐらいにしてます、いつも。ここにですね、リンゴの蜂蜜をかけて、で、さらにオーガニックのシナモンですね。これをかけます。これシナモンを、たまたまかけてみたらすごく美味しかったっていうのもあるんですけど、それプラス血糖値を安定させてくれるんですね。あと血流が良くなったりもするので、朝食べるのにはちょうどいいかなと思って、これを毎朝かけて食べています。では出来上がったようなので、最後の盛り付けです。まずはお野菜ですね。で、そら豆はですね、ちょっと火が通り過ぎてしまいましたが、皮を剥いて、これも旬のものなので、やっぱり旬のものを食べるっていうのはすごくその季節の栄養も取れると思います。そしてですね、はい、ポコットに入れて蒸した卵と蒸したパンですね。これ見てください。もうこれわかるかな。ほわほわなんです。このパンも乗せて、はい、出来上がりました。パンにはですね、だいたい蜂蜜を塗って食べるんですけど、今日はちょっと自分で作ったいちごジャムがありますので、こちらを塗って食べたいと思います。食べる順序なんですけれども、太りづらい体を作りたい、血糖値が急激に上がらないようにですね、私はなるべくお野菜からいただくようにしてます。そしてその後にタンパク質、そして最後に糖質をいただくようにしてます。以上が私の朝ごはんでした。皆さんこんにちは。チーム美魔女、52カラットの魚谷靖子です。今日は我が家の朝食をご紹介していきたいと思います。我が家はですね、和食が中心で、秋田の食材を多く取り入れて、作っております。それでは食材を紹介していきたいと思います。はい、秋田のおはよう納豆っていうおはよう納豆のだしたっぷり納豆っていうのがあるんですけど、これをだいたい2ヶ月に一遍秋田に帰るんですけど、その時に買ってきます。本当に美味しいんで、ぜひもし買う機会がスーパーとかである機会がありましたら買ってみてください。あとですね、お味噌汁はこうやって全部味噌玉にして冷凍してるので、これをお湯に溶かすだけで時短をさせてもらってます。では早速作っていきたいと思います。まずですね、これもうオーブンに入れちゃってるんですけど、これ秋田の鮭、これも帰った時に、鮭をたくさん買って冷凍しております。それをもうオーブンで焼いていきます。では焼いていきます。それからですね、我が家は炊飯レンジがないので、ご飯は土鍋で炊いていきます。その間に、卵焼きを作っていきます。卵焼きも味道楽の里、この間冷蔵庫のご紹介の時にも紹介させてもらったんですけれども、これ一つで卵焼きは作っています。なのでちょっとしょっぱめの卵焼きになりますね。甘じょっぱいって感じですかね。では早速作っていきます。だいたい小さじ1くらい味道楽を入れて、あとはもう焼くだけです。
うちはですね、夫婦で、去年の5月から居酒屋とカフェを2人で頑張って経営してるので、向こうの仕込みもあるので、火力が強いガスレンジになってます。抜いていきたいと思います。卵焼きはぶっちゃけ主人の方が上手です。だし巻き卵とかとっても美味しいので、お店でも大好評です。これで水で整えて完成です。その間にご飯がもうすぐ炊けるので準備をしていきたいと思います。こんな感じで卵焼きは仕上がりました。そうですね、ちょっとおすすめなんですけど、さっきの納豆に、秋田で住んでた時はこの大根おろしをこの納豆に入れて食べてたんですね。これまたさっぱりして美味しいし、体にも、整腸作用もあるし、とってもいいので、ぜひ一度大根おろし苦手じゃなかったらやってみてください。これ美味しいです。お湯が沸いたので、これでお味噌汁はこれで完成です。ご飯が出来上がったので、では最後にちょっとこのおだこ、鮭ですね、鮭にちょっと焼き色をつけたいので、必ずバーナーで皮を炙るようにしてます。ここでちょっと炙ります。焼き上がりました。ご飯も炊き上がってこんな感じの朝食になります。いかがでしたでしょうか。我が家の朝食のご紹介でした。ぜひよかったら皆さんも参考にしてみてください。ではいただきます。次の方どうぞよろしくお願いいたします。チーム美魔女8期生相葉薫です。46カラットです。今日は私の朝ごはんをご紹介します。それでは朝ごはん作っていきたいと思うんですけど、朝ごはんはですね、私の場合は朝スムージーしか取りません。朝ごはんもりもり食べた方が絶対いいよっていう派と、あんまり食べない方がいい派、分かれたりするんですけど、私もいろんな本を読んで結局自分の、コンディションに合うやつを選んでます。で、私の場合はですね、一応ローフードの考え方もあって、ローフードの考え方って朝はまだ排出の時間なんですね。寝てる間にいろんな栄養素を体の中に組み込んでいって、そして朝は排出するっていう時間なので、あんまりがっつりとって胃腸に負担をかけないっていう考え方なんですけども、それを採用してます。で、朝でも取りたい栄養素は、脳に血糖を、送るっていうので、フルーツ、果糖を取ります。もう一つは酵素。これ酵素って、食べ物の中でも生きてるものが持ってるんですけど、例えば発酵食品、菌が持ってたり、フルーツとか、お野菜とかが持ってます。で、これを意識して取るっていうことと、あとは胃腸に負担をかけないっていうので、スムージーがですね、私の朝ごはん、美朝ごはん、美しい美朝ごはんにすっごいマッチしてるので、スムージーを作っていきます。今日は定番のグリーンスムージーと、もう一つの、アサイの、ベリースムージーを、ご紹介します。それでは朝ごはん作っていくんですけど、私の、まずよく飲む定番のスムージーはこれです。いっぱいのフルーツなんですけれども、これをですね、スムージーにしていきます。まず、アボカドは、半分ぐらいですかね。半分も入れないかもしれないけど、アボカドって結構ね、開けてみてさ、茶色いかったりする時あるじゃないですか。これ選ぶときは張りがあってでも柔らかいみたいなのを、選ぶと大体失敗せずに選べます。あとはアボカドと甘みはバナナでつけます。バナナも半分ぐらいで大丈夫。オレンジはもう半分ぐらいですね。大体このアボカドとバナナがもったりしてる、こっくりしてるものの時は大体こういう酸味ものを入れてですね、締めます。で、リンゴもこれぐらいかな。犬が来たこんな感じで、あとは小松菜
じゃん。小松菜はこんな感じでざっくり入れていきます。で、リンゴも一口サイズに切って、バナナは皮を剥いて、オレンジをこうやって皮を剥いて入れます。全然ね、締まるんですよね。オレンジを入れることで。で、ミキサーに入れていきます。こうやってリンゴ入れて、その後アボカドを入れます。アボカドは半分ぐらい入れて、くるりっとやると取れるので、アボカドギュッ。それからバナナで小松菜バサバサバサって入れて、でちょっとみかんのが皮の剥き方失敗しちゃったけど、こんな感じで入れます。はい、全部入れたものがこちらなんですけども、こんな感じでお野菜をジューサーの中に入れます。それで今度はお水を入れてきますけれども、お水は、そうですね、あんまり入れすぎると薄くなっちゃって美味しくないので、そうですね、3分の1ぐらいかな。これぐらい。ちょっと回るぐらいですね。お水入れます。そしたら、こう、蓋をして、よいしょ。滑らかになったかなって思ったら、これで大丈夫。こんな感じです。これが、朝ごはん。グリーンスムージーで、ちょっと、アボカドバナナが入っているのでね、こっくりしてます。じゃーん。こんな感じで、コップ1杯の美肌スムージー。酵素たっぷりと栄養素と、糖もフルーツの糖なんで、上質の糖がたくさん入った美肌にもいい、体にもいいスムージー。これをね、朝1杯飲むって感じですね。これぐらいの量飲んでます。で、今日はこれはグリーンスムージーのご紹介なんですけども、もう一つ作っていこうと思います。はい、もう一つのスムージーはですね、この、じゃーん、アサイースムージー作っていきます。アサイはですね、オメガ3とオメガ6のバランスがすごい良い。何のことかって言ったら、いいオイルなんですけど、いいオイルと、あとは、カルシウムもよく入ってて、あとこの紫色はアントシアニンっていう、ポリフェノールの一種なんですけども、すごい抗酸化作用が強いんですね。なので、すごい体にもいいし、いいオイルも取れるので、美肌には本当欠かせないスーパーフードなんですよ。あと鉄分も、すごい入ってて、ほうれん草の何倍か入ってるんですよね。だからすごい鉄分も取れるし、いい上質なオイルも取れるし、あとカルシウムも取れる。本当女性にめちゃくちゃいいスーパーフードです。で、これをですね、凍っちゃってるので、時々ミキサー回らない時があるんですけど、こんな感じで。割ってですね、入れます。アサイって、これアントシアニンっていう紫色なんですけど、スムージーを作る上で、色を汚くならない色で作れば味も美味しくなります。なぜなら色って栄養素なんですね。で、この紫はさっきから言ってるアントシアニンっていう色なんですけど、同じような色、だからこの色を邪魔しないように作っていけば結構いろんなものを入れても美味しかったでしょ。なんで、あとアサイは劣化が結構早いので、このブルーベリー入れると、ブルーベリーも同じ栄養素、紫色の、アントシアニンっていう、ポリフェノールの一種なんですけど、それが入ってるので、入れていくと色鮮やかになります。で、色邪魔しない白い色ですね。この辺のバナナとか入れると、色を邪魔しないし、味もちょっと甘みをつけるとき結構バナナいいですね。リンゴでもちょっと入れて、こんな感じです。ここにいつもヨーグルト、ちょっと酸味を入れると美味しいので、もう朝ちょっとね、発酵食品のヨーグルトと、タンパク質も取れるので、だからここにね、あまりね、緑とか入れちゃうと、色がぐちゃぐちゃになるじゃないですか。そういう作り方をしない方が味も美味しいです。色が綺麗に出るようにスムージーって作れば味もまとまっていくんですよ。こんな感じで、ヨーグルトが入ってるので、あんまりお水入れないんですけど、回るようにですね、ちょっとだけお水入れます。こんな感じで入りました。で、ミキサーに、かな。
はい、ビューティースムージーできました。コップに1杯。これで朝ごはん完成です。では、いただきます。まずはグリーンスムージーから。これはバナナとアボカド入ってるんで、めっちゃ飲み応えっていうか食べ応えありますね。1杯飲んだらほんとお腹いっぱいになります。もう栄養満点、さらにカロリーも低くて酵素も取れて消化にもいい、もう抜群の朝ごはんで、こっちはアサイ飲んでいきます。朝からデザート系スムージーで本当にこれめちゃくちゃ美味しいんですよ。だってヨーグルトとアサイとブルーベリーとバナナ、あとリンゴ合わないわけないじゃないですか。めちゃくちゃ美味しくって、これもめちゃくちゃ栄養が高くて美味しくて消化にもいい、酵素も入ってるスムージーですのでおすすめです。ぜひ皆さん参考にしてみてくださいね。いかがでしたでしょうか。人それぞれのこだわりポイントや違いが垣間見れて面白かったんじゃないでしょうか。気になるメニューや皆さんのこだわりメニューなどありましたら、ぜひコメント欄にで教えてください。美魔女スタイルのいいね、チャンネル登録もお待ちしています。それではまた会いましょう。ありがとうございました。